はい、今日は1月の22日、水曜日ですかね。はい。この1月というのはね、本当によく、天災が起こる月ですね。本当にもうびっくりするようなことが。でも、人災もまたね、これはもう常時起こる。はい、その、もう最たるものがね、交通事故なんですね。もう外国から日本に来られてね、もう心配な事故というかね、これ、交通事故一つあると思います。はい、そういうことで今日はですね、交通事故についてのお話をしたいと思います。で、ゲストは、松田愛さん。この方は日本人。もともと韓国人なんですけども、日本暮らしは33年という彼女に一つ、お願いをしたいと思ってまいりました。自己紹介をお願いいたします。안녕하세요. 저는 한국에서 왔습니다. 이원혜라고 합니다. 여러모로 잘 부탁드리겠습니다. 미나상 konnichiwa, 하지메마시테. 한국から参りました町田愛と申します。日本に来て33年になりました。23年前に日本に帰化されてました。よろしくお願い申します。はい。안녕하세요。いや、私もね、韓国語を勉強しつつあるんですが、なかなか覚えられない。で、初めてね、日本に来られた韓国人の人ね、はい、また他の国の人でも、はい、交通事故になるとね、はい、でどうしていいかということでものすごく悩んだと思います。言葉がわからないしね、どういうふうに扱われるかがわからない。そして日本人がね、はい、加害者であったり、はい、また被害者であったり、その相手とね、向き合わなきゃいけない。いきなりね、はい、心配だったと思います。まあ、松田さんもなんかやっぱり聞くところによると交通事故で悩んだそうですが、どんなふうなことだったのかね、差し支えないということを教えてください。そうです。私が今から20年前にちょっとスポセンター行って降りるときに、私のちょうど右ですよ。左が信号前から急に車が来て、時が4時ぐらいになったんか。びっくりして、私が車で、もう、自転車が私倒れて、自転車が私に乗せて、まだ上に車が乗せて、あれってびっくりして、土地が、頭が真っ白ですよ。ちょうど隣のおじさんが見てから、あの時の本当私、あんまり日本語がちょっと分からなかったですよ。で、おじさんがすぐ救急車呼んできて、警察電話して、から私にすぐ救急車で、総合病院に入院しました。ああ、よかったね、そうですよ。あれがありました。はい。で、あれからじゃしばらくいろんな検査して、足がちょっと、もうひびみたいがちょっと大怪我して、で、しばらくしたら、1週間ちょっと過ぎたら警察が、会いたいとか聞いて、どんな状態ですかけ。旧現場のもちろんおじさんが全部説明して助かりました。はい。まあそれでね、1週間ほどして実況見分だと思うんですけども、現場へ行って、そうです。そしたら相手も来てたんですか？相手と来ました。はい。日本人でしたかね。そうですよ。で、どういうことになったんですか、そこで。で、あれからじゃあ警察から来て、全部何が書きましたよ。書いてから、これ状態ですか？はい、これです。全部聞きましたよ。はい、これですって。あれから30分ぐらいちゃんと質問して、から、あと全部サインして、間違いないですか？間違いないですって。で、それ間違いないと思ったのは、どうしてあなたはそのサインできたんですか？できたもんじゃ、私が倒れて、自転車がこんななって、こんななったけ。隣の現場見たのおじさんが全部説明してから、その人が説明してくれたんですね。そうですよ。あれで私が良かったですよ。実際に見てもらった人がね、そうです、そうです。その人日本人なんでしょうけどね。そうです、日本人ですけど。でもそういう人がね、おられたからこそね、スムーズにいったと思いますよ。そうですよ。なるほど。で、あと、病院に帰られて、はい。まあ1週間でもして。はい、1週間ぐらい入院しましたけど、入院してから後で、加害者が2、3回に私見舞いに来まして、聞いてから、謝ってからね、すいませんでした。あとしばらくした保険会社からまた来まして、心配しないでくださいね、全部保険から降りるけね、なるほど、しっかり直してください、そうですか、って言われました。いやいや、
まあそういうことでね、はい皆さんがね、そういうふうなことにならんように願うばかりですけどね、そうですよでもまあこればっかりはね、私だって何遍も自己そうです理解を受けてるんですけどね、本当に分かりませんね。はいうん、そして何を感じられたですか、日本のそういう制度についてね、まあ、保険っていうのは大きかったでしょ。そうよ、もちろん保険が多いですよね。で、間人がしっかり保険書いたけよかったですよ。あー書いてなかったら、もうこれからどうしようかと思っなるほどてね、警察からじゃあ手紙が来ましたよ。もし間人が保険書いてなかったらね、警察から何がちょっと、してくれますらこね、自賠してくれますらと言われましたよ。なるほど。おだからね、任意保険に入ってたいうことでね、そうですよそれでまあ自賠責とね、任意保険というで2つの制度がね、日本にあるわけでね、そうですね自賠責はね、一応その人損についてのみで、そしてしかもね、はい損害に120万とかね、そうです一応限度があります。死亡だったら3000万から。そうですまあそういうそれを超えたらね、今度は任意保険。それが入ってない人もいるんですけどねそうです。まあそんなことで、それから自賠責入ってないっていう人もいますしね、ありますよこういうね、いろんな、自賠責入ってない、あるいはひき逃げと、こういうことがあるんですね。そうですいろんな場合があります。はい先に言ってしまうとね、自賠責入ってない、そしてあるいはひき逃げというときにですね、国がね、保証する制度があると。いうことをね、そうですかはいこれは日本のね、制度、はい知っとっていただければと思います。はいそしてあとはね、どうですかね、保険はいっぺんに出たんですか、それとも前に前金払いがあったんですか。いっぺん出ましたよ。いっぺん出たんですか。振り込みでねなるほどはいまあ強制保険もね、自賠責をね、分割のね、はい前払いとかね、そういうふうなことでね、必要な時にはもらえるわけです。で、はいそうですかもし加害者の側がね、ちゃんと手続きしてなければ、被害者の側が請求もできるんですね。そうですかそういうこともね、分かってもらえればありがたいと思いますね。それからね、やっぱりもう一つは、任意保険、やっぱり金額大きい。で人身もで物損もある、はいそういう時にね、任意保険というのが大きいですが、その任意保険になるとね、これ、金額も大きいだけに、この争うとですね、裁判ということになっちゃうんですよ。そうするとね、もうこの身も心も痛められた時裁判、その時にやっぱり弁護士とかね、そういう専門家をつけたい。ところが専門家がどうなんかいう時には、まず専門家にね、弁護士に頼むのは、大抵交通事故だったら無料でね、相談を受けてもらえるんで、そういうことをね、制度としてあるいうことを知ってほしいです。それからさらにね、裁判行くまでにね、和解調停というかね、そういうことで収める手立てがありますし、それもしかも弁護士がね、入って、その弁護士費用はこっち払わなくてもいい、そういう制度もあるんです。それはねどこでもあるんじゃないですよ。広島は全国で確か7つぐらいある自動車事故紛争処理センターというのがあるんです。まあ、特別なね、そういうセンターがあってね、大きな保険会社がお金を出し合って、そして何でも裁判に行くんじゃなくて、そこで和解できるようにね、そういうシステムあります。だから被害を受けた外国人もね、そういうところがある、そこへ行ってですね、これは広島の場合はね、八丁堀の近くにありますから、自動車事故紛争処理センター、一つ覚えておいてくださいね。そういう制度もあるということです。さあ、そこに、まあ今言葉として出なかったけど、あなたはその事故後何にも起こらなかったですか？後遺症という。ちょっとあれから終わって後遺症そこに残りましたよ。残ってもうしょうがないと思ってからね、今さっき先生に聞いていたらまた後遺症で何が治療費が出ますのでびっくりしました。私初めて聞きました。そういうことがあるのでね、だからね、後遺症というのはね、もう後に残る障害ですよね。すぐには出てこない、後で何年か経って出るという場合もあるんですよ。しかしね、精密な検査をしてね、きちっとやっておれば意外と可能性があるということもね、分かるはずでね、だからその場合ね、自分でこれちょっとこのままでサインしていいんだろうか、ちょっと気になるという時はね、後遺症診断というかね、後遺症があるかないか、これもね、しっかりとお願いをしてですね、お医者さんにもお願いしてですね、そういう審査機関があるわけですよ。それをね、考えておいてほしいと思います。大きいですよ、そういうね、
後でね、これ、あれが事故によって起こったんだって立証するのは難しいかもわかりませんからね、そういうふうな時に、いっぺんにね、片付けておこうというようなこともあります。自動車事故はね、とにかくもうね、いろんな心配いっぱいあるのでね、こういうことのないように、そうですよ。安全な、そうですよ。あれをしてほしいとは思いますね。以上で、一応今日のワンポイントレッスンをというかね、なんというか、体験談ですかね、終わらせていただきましょう。それで最後にね、一言。はい。広島で、じゃあ、はい、終わります。ありがとうございました。お疲れ様でした。